今回はブレーキの方をバラしていこうと思います。この車20年放置されてたってことで、当初ブレーキの引きずりを懸念してたんですけれども、こんな感じでブレーキの引きずりはなかったんで、ひとまずは安心かなっていうところです。フロントがこんな感じで、リアはこんな感じです。リアはドライブシャフトがついているので、周りはちょっと重いかなっていうような感じですね。それではタイヤを外してブレーキの方を開けていきたいと思います。イタリア車はボルトタイプですね。もともとナットタイプをよく扱ってたので、ボルトタイプはちょっと苦手ですね。昔乗ってた BM の E46 もボルトタイプでタイヤの脱着が面倒でしたね。で、これ今、このタイヤ借りてるんですけど、軽トラのタイヤ。普通日本車とか PCD100 とかだと思うんですけど、この車98なんですよね。なんでホイールがなかなかね、なくて困っちゃってるんですよね。それじゃあちゃちゃっと残り2輪外していきましょう。それじゃあ4輪タイヤ外し終わりましたので、まずは右フロントから開けていきましょう。で、やっぱり錆がすごいですね。清掃してもカスがボロボロ出てくるような感じですね。まずはドラムを止めてるボルトを外していきます。こうやって。工具チェンジ。スパナからロングメガネに変えます。緩みました。一応ボルトは取れたんですけど、抜けないんで、ちょっと CRC 吹いてみます。リアドラム行ってみます。こっちは簡単に取れましたね。思ったより綺麗かな。こんなとこまでなんか虫の卵みたいな。汁も残量ありそうだし。思ったより綺麗ですね。今、右リアだったんで、次左リア行ってみます。
あともうちょっとなんですけど、抜けないですね。このドラムも綺麗ですね。でもちゃんとあるし。でこれ全部、こう一点止めなんですけど、二点止めじゃないとダメですよ。なんで全部一点止めなんだろう。じゃあ次、左フロントいきます。ここも一本、こっち入ってない。これが普通なのかな。抜けないですね。取れました。これが左フロントですね。これも綺麗ですね。残すは右フロント、外れないですね。よいしょ。取れました。これあれか、ちょっと引きずってんのかな。なんか気持ち、周が広がってるような感じがしました。まあ、一応外れましたね。よいしょ。ちょっと掃除していきます。清掃しました。清掃しましたって言ってもブロワー吹いただけなんですけど。で、ブレーキフルードね、マスターシリンダーのタンクのところに入ってなかったんですけど、タンク周辺からね、漏れてるような跡だったんですが、こっちは漏れてるような跡ないですね。でも、あれだな。ピストンダメっすね。油切っちゃってる。じゃあ大丈夫だけど、こっち、なんて言うんだっけ、カップリングゴムって言うんでしたっけ。
油持っちゃってるんで、ここも部品頼んでやり直しですね。まあこのね、表面は見た目綺麗なんだけど、まあやっぱ20年放置されてたんでね、ゴムもダメになりますよね。で、ピストンの方が、こんな感じですね。ちょっとここ油出ちゃってるのと、一応全部見たんですけど、このミニリアのここと、あとはミニフロントの、よいしょ、ここですね。ここがブレーキフルード漏れてきちゃってるので、やり直しが必要ですね。であと足回りの方ですね。まあ足回りの錆具合はこんな感じですね。まあ、一応ね、放置されてた場所が地面がコンクリートだったんで、まあ土よりかは全然マシなのかなって感じですね。周りこんな感じですね。今回はね、ブレーキを開けてみたっていう動画でした。次回ね、ちょっと部品発注していつ届くかわかんないんですけど、ブレーキのオーバーホールもやっていこうと思います。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。